2028年3月末で休止することが決まっている弘南鉄道大鰐線に乗って大鰐温泉に向かう。中央弘前から約30分。この駅を20時半頃に出発していた寝台特急日本海の名残かな。大阪方面の乗り場案内が旅情を誘うよな。束の間の晴れ間に突入した大鰐温泉。今のうちに旅館へ急ごう。この後は明日まで大雪の予報。まあ電車が止まったらもう一泊するのもいいな。リンゴ五出商の文字。問屋さんかな。おそらく戦前あたりの街の景色もこんな感じだったんだろうな。鎌倉時代に開湯し、平川を挟んで北側は倉舘温泉、南側は大鰐温泉。水色の相生橋は大正5年まで両者をつなぐ唯一の橋だったそう。今では大鰐温泉として一つにまとめられている。あ、白鳥だよな。かつて青森から大阪まで13時間もかけて走っていた485系特急白鳥は2001年に廃止された。うるさい白鳥だな。不審な人間が橋から覗いているから仲間と対応を協議しているのかな。排水溝から温泉の湯気が立ち上る景色、いいよな。寒いから旅館に着いたらすぐに温泉に入ろう。白鳥のやつまだ騒いでいやがるな。昔ながらの味噌醤油工場の脇を抜けると見えてきた。明らかに最近の建築ではない木造の2階建て。今日の宿山に泉遊館は明治30年の旅館と土蔵が国の登録有形文化財に指定されている大鰐温泉最古の旅館。奥羽本線の弘前と碇ヶ関が開通し、大鰐駅ができたのが明治28年。その2年後に建ったんだな。青森県には各社と呼ばれる湯治客がなるべく安価に宿泊できるように内湯や食事がない宿泊施設が多く見られたそうだけど、ここには内湯も食事も用意されている。よし、雪が降る前に到着できたな。大鰐温泉倉舘温泉は明治40年に湯治客が1日に800人、日帰り入浴客は200人が訪れ盛況だったそう。その当時の雰囲気を味わうことができる山に泉遊館。貴重な旅館だよな。玄関を入るとすぐ正面の赤い急な階段が目に入る。綺麗にリフォームされているけど、この辺りは元の木造住宅の面影がよくわかるな。ゆっくり階段を上がると視線の先に大きな鏡とその上に達筆な毛筆。泉遊館と書かれているのはなんとなくわかるけど、いつの時代のものだろうか。明治5年にはすでに営業していたそう。名だたる有名人が宿泊し、このような書が残されている。今でいうところのサイン色紙みたいなものかな。昔は板張りむき出しの床だったんだろうけど、しっかりリフォームされていて不安がないな。細かいところの装飾が美しく、明治30年の職人の粋が今も鼓動している。今日のお部屋は藤の間。8畳と6畳の続き間は贅沢だな。一番いい部屋じゃないかな。明治時代の面影を残しながらメンテナンスが行き届き、襖や壁がきれいに保たれた和室。気持ちがいいな。縁側に面して庭園と平川の流れが一望できる。昔の写真を見てみると、ここは窓がない外廊下になっていて、障子のみで屋外と部屋が仕切られている。外側と内側が曖昧なところに日本家屋の良さを感じるんだよな。インフォメーションブックには山に泉遊館に滞在した有名人が紹介されている。20歳の太宰治も昭和4年年末年始の数日間、母親と療養に訪れているそう。
夕食は好物の筋子納豆かな。第46代内閣総理大臣の片山哲、昭和25年に宿泊され、戦友館主人宛ての書が藤の間にかけられている。和気満堂は和やかな空気がここに満ちているみたいな意味らしい。70年以上経った今、同じ景色を見ながら同じ思いを体感できる。感動だな。明治14年秋の明治天皇ご一行。ただし明治天皇は特別に建てられたお借り屋への宿泊。初代内閣総理大臣伊藤博文。明治33年漢学者与田学会。大正2年南満州鉄道初代総裁後藤新平。大正7年詩人の大町慶月。大正10年6月小説家葛西善三が藤の間に宿泊。大正12年8月作家の田山花袋。たびたびこの地に水害をもたらした平川の氾濫、大鰐流れによる被害を乗り越えて当時の建物が維持されているのもすごい話だな。たまるな。1851年の温泉番付には、大関は草津温泉と有馬温泉、大鰐温泉はなんと行事特別枠ってことかな。いよいよ雪が降ってきて寒そうな屋外。ストーブのおかげで快適な室内。葛西善三が藤の間に宿泊した大正10年には平川の対岸にかがり火が見えていたそう。昼寝したりだらだら贅沢に時間を消費していると晩ご飯の時刻。明治30年の土蔵に行ってみる。ビールを飲むとすぐ酔いが回るんだよな。手元がおぼつかない。具だくさんの山の恵み鍋の玄米晴れ渡りを書き込むと酔っていてもうまい。ごちそうさまでした。
名だたる有名人と同じ平川の川の音を聞きながらおやすみなさい。布団は人類史上最も偉大な発明だよな。